こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は SDEX スタンダード、ガンダムエアリアルを作っていきたいと思います。いやー、それにしても水星の魔女の放送が終わってもう1年ですよ。時間の流れが早いっすね。マジで誰かメイドインヘブン使ってね。と、感じる今日この頃でございます。さて、雑談はここまでにして、今回作る SD エアリアルの箱の中身を確認してみましょう。はい。こちらが SDEX スタンダード、ガンダムエアリアルになります。箱の中身はポリキャップが1枚。通常のランナーが3枚。シール、説明書が共に1枚ずつ入っています。小さい SD ガンダムなので、ランナーの数は多くないですね。さっと組み立てができると思います。はい。それでは SD エアリアルを組み立てていきたいと思います。組み立てに使用するのは、タミヤの薄葉ニッパー。このエアリアルはランナーの枚数が少ないので、だいたい10分程度で組み立てが完了します。はい。こちらが組み立て終わった、SD ガンダムエアリアルになります。いやー、小さいですがとてもクオリティが高いガンプラですねこれ。この SDEX スタンダードシリーズは、脚部の裏側にとても目立つ肉抜き穴があるのですが、エアリアルの脚部はモナ代わりになっていて、シリーズ特有の肉抜き穴がないというのが素晴らしい。これで600円なら買いですね。さて、このままでもかっこいいエアリアルですが、ちょっと改造をして、エアリアルのクオリティを高めてみたいと思います。はい。それではエアリアルの改造を始めたいと思います。まずはエアリアルの各所にある、合わせ目を消したいと思います。合わせ目を消すのに使用するのは、流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目部分に流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすのを少々待ちます。接着剤を流して少々時間を置いた後は、パーツを思いっきり貼り合わせ、と合わせ目からプラスチックがはみ出るようにします。はい。接着剤が乾燥したら、デザインナイフなどで、むにっとはみ出ているプラスチックを切り取ります。あ、そうそう。エアリアル脚部のクリアパーツなのですが、今回は後はめ加工をせずに、パーツを取り付けたまま合わせ目消しを行いました。ここは後からでもシールを貼ることができると確認できたので、無理やり加工をしないでもいいでしょう。はい。合わせ目消しが終了したので、続いて各部の肉抜き穴を処理します。それでは肉抜き穴を埋めていきましょう。まずは肉抜き穴に、アルミホイルを詰めます。このアルミホイルを詰める作業は、この後に使用するパテの量を減らすことができたり、肉抜き穴を埋めたパーツの重量を軽くすることができます。やっておいて損はない作業ですねこれ。はい。パーツにアルミホイルを詰め終わったら、エポキシパテを用意します。ベタベタする練り消しを混ぜて使うパテですね。はい。エポキシパテをしっかりと混ぜたら、パーツにパテを持って肉抜き穴を埋めていきます。この肉抜き穴を埋める作業は、調色スティックや、造形用のスパチュラなどがあれば作業がはかどりますね。はい。エポキシパテが乾燥したら、デザインナイフで、エポキシパテを切り取っていきます。この段階でパーツのギリギリまでパテを切り取っておくと、後の作業が結構楽になりますよ。はい。デザインナイフでパテを切り取り終わったら、リューターを使用して、パテをがっつり削っていきます。この作業は紙やすりや鉄やすりを使用して、手作業でもできますが、電動工具を使用した方が圧倒的に作業効率がいいですね。はい。肉抜き穴の処理が終わったので、続いて頭部の改造を行いたいと思います。まずはバルカンの加工を行います。はじめに毛書き針を使用し、パーツに当たりをつけます。当たりをつけたら、ピンバイスを使用して、バルカンの発射口に穴を開けます。今回使用したピンバイスの大きさは 1mm。バルカンの穴はそこまで大きくないですねこれ。はい。続いてパーツのエッジ出しを行いたいと思います。このパーツは縁が丸くなっていて格好良くないので、パーツをカクカクにして見た目をスタイリッシュにしていきます。まずは、彫刻刀を使用して、パーツの縁を削ります。はい。彫刻刀でパーツを削り終わったら、鉄やすりを使用して、彫刻刀の作業で傷ついたパーツをきれいにしつつ、パーツをカクカクに仕上げていきましょう。さて、鉄やすりでパーツのエッジを出し終わったら、紙やすりを使用して、
エッジの最終調整をします。紙やすりはプラ板を貼り付けて使用すると、平面を出しやすくなって便利ですよ。はい。続いてアンテナの延長とシャープ化を行います。はじめに紙やすりを使用して、アンテナの先端を平らにします。さて、アンテナの先端を平らにしたら、毛書き針を使用して、アンテナの中央部分に当たりをつけます。はい。アンテナに当たりをつけ終えたら、ピンバイスを使用して、0.5 ミリの穴をアンテナに開けていきます。この穴開け作業ですが、ピンバイスの先端が少し埋まる程度の穴を開けます。はい。穴を開けたら、0.5 ミリの金属製の棒を差し込みます。この金属の棒は、アンテナを延長させた際に、脆く、繊細になったアンテナを補強するために差し込んでいます。金属製の芯が入れば伸ばしたアンテナも簡単に折れないはずです。さて、アンテナの延長に使用するプラ板ですが、このプラ板にも 0.5 ミリの穴を開けておきます。この開けた穴に先ほどの棒を差し込み、アンテナにどんどん積み重ねていきます。はい。それではアンテナにプラ板を接着していきたいと思います。今回貼り付けるプラ板は、厚さが1ミリのものを使用しました。プラ板を貼り付けるアンテナの先端に、瞬間接着剤を塗布して、プラ板をどんどん重ねていきます。今回はエアリアルのアンテナに7枚のプラ板を重ね、7ミリの延長を行いました。はい。接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、アンテナに接着したプラ板を切り取っていきます。以前はこの作業中に接着したプラ板がポロポロと取れていましたが、今回は金属の芯を仕込んでいるので安心して作業ができますね。はい。ある程度ニッパーでプラ板を切り取ったら、ピューターを使用して、ゴリゴリとプラ板を削っていきます。作業効率を上げるために、激烈に粗いヤスリを使ってみましたが、結構いい。はい。ピューターを使用してプラ板をある程度削ったら、鉄ヤスリを使用して、アンテナの形を整えていきます。さて、鉄ヤスリでアンテナの形を整え終えたら、紙ヤスリを使用して、アンテナの先端を尖らせる仕上げを行います。この作業は、根元から先端に向かって、やや斜めにヤスリをかけると、アンテナの先端が尖っていきます。はい。続いて肩部分の改造を行います。まずは肩に開いている穴を埋めます。肩に開いている穴の大きさは3ミリなので、エアリアルを組み立てる際に出た端材のランナーを使って、肩の穴を埋めます。接着剤でランナーを接着し、時間を置いて乾燥させたら、ニッパーでランナーを切り取ります。はい。続いてエアリアルの目立たない丸モールドを作り直したいと思います。まずは毛書き針で、モールドの中央に当たりをつけます。当たりをつけた後は、ピンバイスを使用して、消す予定のモールドと同じ大きさの穴を開けます。今回は最終的に2ミリの穴を開けました。はい。パーツに穴を開け終えたら、鉄ヤスリを使用して、ピンバイスで消しきれなかったモールドの縁を削ります。さて、それでは開けた穴にはめる、新しいモールドパーツを作成します。使用するのは大きさが2ミリのプラボーとライター。プラボーの先端をライターで炙り、プラボーが溶けて丸まったところを、ニッパーで切り取ります。切り取ったパーツを開けた穴に取り付けたら、モールドの作り直しは完了です。はい。続いて両肩に開いている半円の穴を塞ぎたいと思います。この半円の穴なのですが、肉抜き穴を処理した時と同じく、アルミホイルを詰め、その上からエポキシパテを持っていきます。さて、エポキシパテが乾燥したので、鉄ヤスリを使って、パテを削っていきます。このパテを削る作業なのですが、先ほど行った肉抜き穴の処理と異なり、しっかりとパーツを成形しないといけないので、少し手間がかかりますね。はい。それではパテの成形を行います。パテの成形には、彫刻刀を使用します。彫刻刀でエアリアルの型にある少し凹んでいるライン。このラインを作っていきます。今回使用している彫刻刀は 1.5 ミリなのですが、エアリアルの型ラインよりも少し細い。ということで、1回で綺麗にパテを成形できないので、少しずつパテを削ってパーツを仕上げましょう。はい。彫刻刀でラインを彫ることができたら、紙ヤスリを使用して、パーツを削ります。この削り作業には、番手の大きい、目の細かいヤスリを使用しています。目の粗いヤスリでゴリゴリ削って、
せっかく成形したパテが変な形になるのは嫌ですからね。はい。これで肩アーマーの改造は終わりです。あ、そうそう。肩アーマーに行った改造を、ワイブや、足の裏にも行いました。結構穴が開いていましたね。はい。続いてシールドと、ライフルの改造を行いたいと思います。さて、まずはシールドの改造から。はじめに行うのは持ち手の改造。ニッパーを使用して、使わないジョイントを切り取り、切断面を、紙やすりを使用して、綺麗に整えます。はい。持ち手のジョイントを切り飛ばした後に、小さな穴が開いてしまったので、ラッカーパテを使用して、この小さい穴を埋めます。はい。続いてシールドビットにある穴を埋めます。穴埋めに使用するのは伸ばしランナー。ランナーをライターで炙り、ランナーが溶けた段階で左右に引っ張って伸ばします。さて、伸ばしランナーが冷えて固まったら、中央部分をニッパーで切断します。伸ばしランナーの準備ができたら、シールドビットにある穴に、流し込み接着剤を塗布し、少々時間を置いてから、伸ばしランナーを穴に差し込み塞ぎます。はい。接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、余分なランナーを切り取り、ニッパーで切り取れなかった微妙に残ったランナーを、鉄やすりで削り、作業終了です。はい。続いてシールドのディテールアップを行いたいと思います。ディテールアップには 0.2mm のプラ板を使用します。この 0.2mm のプラ板を適当な大きさに切り出し、流し込み接着剤を使用して、プラ板をだんだん重ねにしていきます。はい。プラ板を重ね終わったら、ハサミやデザインナイフで、重ねたプラ板を切ります。プラ板を切り終わったら、紙やすりを使用して、パーツの大きさを調整します。シールドビットに作ったパーツがしっかりはまるか確認したら、ディテールアップは終了です。はい。最後にライフルの改造を行いたいと思います。まずは使わない接続ジョイントを、ニッパーで切り取り、ニッパーで切り取りきれなかったジョイントを、ビューターで削り取ります。はい。ジョイントが綺麗になくなったのですが、作業した部分がボロボロになってしまいました。ということでプラ板で蓋を作って、ボロボロになった部分を隠したいと思います。まずはマスキングテープと、ガンダムマーカーで、作成する蓋の形をテープにトレースします。テープに蓋の形を書き終えたら、0.2mm のプラ板にテープを貼り、ハサミなどを使用してプラ板を切っていきます。トレースした形通りにプラ板を切り出せたら、接着剤を使用して、作成したプラ板をライフルに貼り付けます。少し、プラ板の形がおかしいですが、削った跡を隠すことができればいいので、これで OK です。はい。こちらが基本工作と改造が終わった、SD ガンダムエアリアルになります。すぐみ状態と対して見た目は変わりませんが、各部の肉抜き穴がなくなったり、目立つ合わせ目がなくなったりと、地味ですが全体の完成度は高くなったと思います。これは、ちょっとかっこいいんじゃないですか？これ？はい。こちらがサーフェイサーを吹いた、SD ガンダムエアリアルになります。全体がグレーになり、改造箇所の確認がしやすくなりましたね。今回のエアリアルは、特に失敗した部分はないかな？ということにしておきましょう。さて、サーフェイサーを吹き終わったので、塗装作業に入っていきましょう。はい。それでは筆塗り塗装作業を始めたいと思います。はい。まずはじめに、各パーツの表から見えない裏側の部分を、タミヤのナトーブラックを使用して、黒色に塗りつぶしていきます。この塗装作業はなかなか地味ですが、塗装後の見栄えの良さが抜群なので、塗り忘れのないように塗装をしましょう。はい。続いては胴体やシールドの青部分の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのスミレ色。アニメでのエアリアル本体の青色は、真っ青というよりは水色っぽい色だったので、ガンダムブルーのような青ではなく、今回は淡いスミレ色を選択して、塗装してみました。はい。続いて本体白色部分の塗装を行いたいと思います。この塗装に使用した色は、シタデルカラーベースのコラックスホワイト。この白色はめちゃくちゃ隠蔽力が高く、かなり気に入って使っています。
はい。続いて頭部や側部の赤色を塗装したいと思います。使用したのは、クレオスのサーモンピンク。胴体部分に塗ったスミレ色がパステルっぽい雰囲気の色なので、スミレ色に合わせてパステルっぽい、サーモンピンクを塗装してみました。はい。続いてエアリアルの関節や武器の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのエアクラフトグレー。このグレーもパステル色なので、これまでの塗装で使用した色に合っていて良い感じですね。さっとほぼ同じ色だけど。はい。続いてエアリアルの各所にあるオレンジ色の塗装を行いたいと思います。この塗装に使用するのは、水星ガンダムカラー、ハイネ専用オレンジです。この塗料は結構前に購入して埃をかぶっていたので、今回なんとなく使用してみました。はい。大体の塗装が終了したので、最後にクレオスのメタリックグリーンをエアリアルの各所にあるへこみモールドに塗装します。このモールドは墨入れの黒で塗りつぶすより、何でもいいので色をつけた方が情報量が増え、見た目がかっこよくなりますね。はい。筆塗り塗装が終了したので、墨入れを行いたいと思います。この作業で使用するのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。墨入れをする際の定番アイテムですね。今回は SD ガンダムを作成しているということで、真っ黒の塗料を選択して墨入れをしました。小さいガンプラは濃い色の墨入れ塗料が似合う。はい。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、はみ出ているエナメル塗料を拭き取っていきます。ここで一つ注意なのですが、本体部分に塗装した下出るカラーはエナメル溶剤で溶けてしまいます。なので、エナメル塗料を拭き取る際に、さっと手早く拭き取るか、墨入れ前にツヤありのトップコートを拭いてから作業をした方がいいですね。はい。塗装が終了したので仕上げの作業を行いたいと思います。まずはプラ板を重ねて作成したディテールアップパーツを、シールドビットに接着します。パーツの接着には、瞬間接着剤を使用しました。爪楊枝を使用して、接着剤をパーツに少量塗布します。接着剤を塗布したら、ピンセットの先端にテープを巻きつけた道具を使用し、ディテールアップパーツをしっかり接着します。はい。続いてはエアリアル付属のシールを貼っていきます。まずは脚部のシールから。脚部のシール貼りは少し大変で、ちょっとしたコツが必要になります。シールの粘着部分をパーツに触れないようにして、奥の方にシールをスライドさせて貼り付けていきます。いい感じにシールをスライドさせ、定位置にシールを持っていくことができれば、脚部のシール貼りは終わりです。はい。続いて胸部パーツにシールを貼っていきます。胸部のシール貼りはただ単純に、位置がずれないように貼るだけで OK。胸部下側のシールを貼り終えたら、ガンダムマーカー墨入れペンを使用して、シールが足りない部分を黒色で塗りつぶします。この塗りつぶす作業は通常の塗料でもできますが、通常の塗料はコントロールが難しく、余計な部分に色がついたりするので、このような作業は通常の塗料ではなく、ペンで塗りつぶす方が楽でいいですね。はい。それでは残りのシールをエアリアルに貼っていきます。手順は先ほどと同じで、指定位置に丁寧にシールを貼って、サフが見える部分はペンで塗りつぶす。すべてのシールを貼り終えたら SD エアリアルの完成です。それでは完成したエアリアルをご覧ください。はい。こちらが完成した SD ガンダムエアリアルになります。いやー、かっこいいですねこれ。本当に基本的な改造しか行っていないのですが、めちゃくちゃかっこよく仕上がってくれました。既存のシールは厚みがあってあまり好きではないのですが、こうして見ると結構いいかも。最近作ったプラモデルの中で一番お気に入りかもしれません。はい。SD エアリアルに、以前作成した、ミラソール社製フライトユニットを装備させてみました。SD 体型のエアリアルに対してフライトユニットはかなり大きいですが、これはこれでかっこいいですね。さて、それでは今回の作成で失敗した部分を、
改造部分での目立った失敗は今回なかったのですが、問題は塗装。こちらをご覧ください。はい。以前作ったエアリアルと今回の SD を並べてみたのですが、超グレー。圧倒的なグレー。コラックスホワイトでも十分白いと思っていましたが、全然白くなかったですねこれ。次回からは面倒くさがらずに、しっかり明るい白色を塗り重ねたいと思います。といったところでしょうか。それでは、SD ガンダムエアリアル作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何かプラモデルを作ったら動画を投稿するので、その時は動画をご視聴いただけると嬉しいです。では、また次回。さよなら。さよなら。さよなら。Are you listening?